様こんにちは、セリナです。今回は1月5日発売、シャネルレベージュウィンターグローコレクションより数量限定のヘルシーグロープライマー、フロスティホワイトとアイシーベージュ、レベージュパレットルガールの新色クールドゥシャネル、そして同時発売のリップ&チークボームヌメロ&シャネルの新色8番アルダンブリックをご紹介していきます。今回のコレクションでは特にこちらのレベージュパレットルガールの新色クールドゥシャネルが発売前から大注目のアイシャドウとなっていますよね。今回もパレット1色ずつの単色塗りをお見せした後にパレット全色を使ったアイメイクをご紹介していきますので、少しでもカラーや質感など参考になれば嬉しいです。そしてこちらも注目度の高い数量限定で発売されているプライマーですが、限定2色をそれぞれ半缶ずつに塗って質感や仕上がりの違いについてもご紹介していきます。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの2024年春コスメのご紹介や人気のファンデーション比較やアイシャドウの全色レビュー、サブチャンネルではコスメ収納についての動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルレベージュウィンターグロー、雪山への旅から着想を得たコレクションレベージュウィンターグロー、まるで冬の大自然の中で一日過ごしたかのような生き生きとフレッシュな輝きで肌を目覚めさせる新たなメイクアップルーティーン。頬はふんわりとピンクに、目元は涼やかにきらめき、調和したシェードのアイシャドウで印象深く、そして唇はほのかな血色感を帯びて美しく、柔らかさとどこまでも自由な感覚をたたえたヘルシーで明るいナチュラルな表情へ。ご紹介していくのはこちら、ヘルシーグロープライマー、フロスティホワイトとアイシーベージュ。シャネルが贈るレベージュヘルシーグロープライマー、冬の肌を目覚めさせる特別限定品のメイクアップベースです。ヘルシーに輝くナチュラルでフレッシュな肌で生き生きとした印象に、シルクのようにクリーミーなテクスチャーで肌を優しく包み込むフォーミュラは驚くほどフレッシュな感覚でまるで素肌のように馴染みます。肌に光を灯すシアーな仕上がり、潤いと心地よさを長時間キープし保護することで冬の寒さにも負けない肌へ。シェードは光や霜に反射して輝く太陽の光からインスパイアされた全3色。日本ではライラックの光が宿るフロスティホワイトとピーチの輝きを放つアイシーベージュの2色展開。美しさは新たな次元へ。続いてこちら、レベージュパレットルガールクールドゥシャネル。表層のようにきらめくパール、華やかなローズの輝き、ブルーを潜ませるクールトーン。この冬アイコニックなアイシャドウレベージュパレットルガールに明るくフレッシュなハーモニーを奏でるシェードが新登場。単色でも組み合わせても美しいカラーが揃い、まばゆいアイメイクアップが続きます。最後はこちら、今回のコレクションと同時発売のリップ&チークボームヌメロ&シャネル新色の8アルダンブリック。自然由来成分を 86% 配合、唇と頬に同時に血色感をプラスし、ミニマムなメイクでエナジーアップして見せてくれるリップ&チークボーム。滑らかに伸び広がるジェルオイルが肌を潤わせ、かさつきが気になる肌も優しく包み込みます。それでは早速数量限定のレベージュヘルシーグロープライマーから実際に肌の上にのせてご紹介していきたいと思います。まずはこちら側にフロスティホワイト、反対側にアイシーベージュを塗ってそれぞれのカラーの違いなどを比較していきます。まずフロスティホワイトはこんな感じで、手元で見ると一見カラー補正効果などはないようなホワイト系に見えますが、伸ばしていくとかなり自然にですが、こんな感じでクリアのベースにピンクやブルーの偏光パールを感じることができて、程よいライラックの光を感じます。パール配合の限定プライマーと聞いていたので、もう少しギラギラした印象になってしまうかなと思いましたが、肌の上にのせてもこんな感じでかなり自然で使いやすいです。
テクスチャーはブランドからの説明の通りのジェルクリームのような伸ばしやすさと保湿感をしっかりと両立しています。はい、まずはこちら側半分にフロスティホワイトを塗ってみました。何も塗っていない方と比較をすると、くすみを抑えて肌を均一に見せてくれていますが、首と比較をしても明るくなりすぎたり、トーンアップ感が強すぎるというわけではないので、手元で見た時と同様のかなり自然なカラー補正効果でした。近くで見てもこんな感じで、ベースのカラーはクリアなのでかなり自然ですが、ジェルクリームのような水分でしっかりと肌を潤しつつ、程よいクリーミーさも感じるテクスチャーだったので、毛穴や凹凸をふっくらと見せて均一な肌に仕上げてくれています。ただ少し距離があるとこんな感じで、顔を動かした時に頬の高い位置にライラックのツヤを感じることができて、このツヤがとても綺麗だなと思いました。肌表面は水分と程よいクリーム感で保湿されつつも、ベタつきは全く残らないタイプなので、皮脂が気になるタイプから乾燥肌まで様々な方に使っていただきやすいんじゃないかなと思います。では反対側にアイシーベージュを塗ってみます。アイシーベージュはこんな感じで、ベースにもカラーがついていて、伸ばしていくと肌なじみのいいベージュにほんのりとピーチのパールを感じます。こちら側は特に肌全体に赤みが出ているので、このベージュカラーでどのくらい補正してくれるのかというのも楽しみです。テクスチャーはフロスティホワイトと同じジェルクリームタイプです。はい、こちら側にはアイシーベージュを塗ってみました。自然に肌の赤みや色ムラを均一に整えてくれるところや、ジェルクリームテクスチャーで肌をふっくらと保湿してくれるところはフロスティホワイトと同じでしたが、この2つを比較してみると、アイシーベージュの方がよりパールの配合量が多い感じがして、肌全体にパールによるヘルシーなツヤが乗った感じがします。近くで見るとより分かりやすくて、フロスティホワイトはジェルベースで肌をふっくらとさせつつ、部分的にライラックの光が集まっているのに対して、アイシーベージュは頬の中心など広範囲に細かいパールのツヤを感じることができます。自然にトーンアップをしつつ、キラキラツヤツヤしすぎない質感が好きという方はフロスティホワイト。程よいパールのツヤが全体に乗ってヘルシーで立体的な生き生きとした肌に見せたいという方はアイシーベージュがより使いやすいんじゃないかなと思います。ただどちらもカラー補正効果やパールのツヤなどはとても自然なタイプなので、普段のメイクに取り入れたいという方にもぴったりだと思います。そして香りについてはどちらもレベージュシリーズ共通のパウダリーなフレグランスのような香りが少し強めにするので、香りが苦手という方には少し注意が必要かもしれません。それではこの上に同じレベージュシリーズのヘルシーグロークッションを塗って仕上げていきたいと思います。はい、それぞれこちら側にはフロスティホワイト、反対側にはアイシーベージュを塗った状態で、上からレベージュヘルシーグロークッションを飾れてみました。ファンデーションを塗ってみると、よりそれぞれの下地の仕上がりの違いが分かりやすくて、フロスティホワイトはファンデーションの仕上がりイメージにあまり大きな影響を出さず、でも自然にトーンアップをしたり、頬の高い位置にライラックの光を感じるような仕上がり。反対にアイシーベージュは肌全体にヘルシーなパールのツヤを感じて、立体感とメリハリのあるヘルシーな印象に仕上がっています。手元で見たときはどちらもカラー補正やツヤなどがかなりナチュラルだったので、ファンデーションを重ねてしまうとそこまでの違いは出ないかなと思いましたが、それぞれの良さをしっかりと感じることができました。この絶妙なパールのツヤ感はもちろん、質感としてもかなり優秀な下地なんじゃないかなと思います。はい、今回は全顔にフロスティホワイト、その上にレベージュヘルシーグロークッションを重ねて、プードルユニベルセルリープルで仕上げてみました。今回の限定プライマーはジェルクリームテクスチャーだったので、フェイスパウダーを塗ることでよりプライマーとパウダーが密着して、毛穴レスなつるんとした綺麗な肌に見せてくれます。下地のみで仕上げている時も綺麗でしたが、さらにその上からファンデーション、フェイスパウダーなどベースメイクを重ねていくことで、よりこの下地の良さを感じられるようなアイテムだったなと思います。それでは続いてはこちら、レベージュパレットルガールの新色、クールドゥシャネルをご紹介していきます。まずは1色ずつをまぶたの上に単色塗りをしてカラーをお見せしていきます。
まずは1色目、上段のカラーです。こちらはまぶたを均一に整えてくれるようなかなり肌なじみのいいカラーです。手元で見た時は肌の色にかなり近いなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとほんのりローズのニュアンスを感じることができて、ほのかな血色感がとても綺麗です。はい、1色目、まぶたの上にのせるとこんな感じでした。手元で見ている時や一度軽くのせた時点では肌の色に近いようななじみのいいホワイトベージュでしたが、何度かしっかりと重ねていくとほんのりローズのニュアンスを感じることができました。質感としてはラメやパールというよりもパウダー自体のしっとりとしたツヤが自然に乗る程度なので、ベースとしても使いやすそうです。トリートメントアイシャドウのグレード4ボーテのオンブルクルールクワドリのようなしっとりと柔らかい粉質で、乾燥が気になる今の時期にも使いやすいです。続いて2色目、2段目左のカラーです。こちらは明るいピンクのベースにブルーのラメがアクセントになっています。透明感抜群のカラーです。はい、2色目はこんな感じでした。ベースは透け感のある明るいホワイトピンクで、その上にブルーやピンクのラメをしっかりと楽しむことができます。透明感をぐんとアップさせてくれますが、反対に塗っているカラーと同様、ベースに程よく血色感も感じられるので、そこまで肌から浮く感じがしないところがとても上品だなと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、2段目右のカラーです。こちらは1色目のベースカラーと同様のパールやラメは抑えめな程よいツヤを感じる質感です。はい、3色目はこんな感じでした。一見青みが効いている明るめのローズ系に感じますが、何度かしっかりと重ねていくと青みの中にも程よい温かみも感じられるような、青みと黄身のちょうど中間のようなかなりバランスのいいローズピンクだなと思いました。透明感はあるのに白っぽく浮かない。でもどこか柔らかさも感じるという、とても計算されているカラーです。パールやラメのきらめきではなく、パウダー自体の質感で程よいツヤが出ているところもとても上品だなと思います。続いて4色目、3段目左のカラーです。こちらは高発色で程よい深みもあるタイプです。ただこちらもしっとりとしているのでかなり伸ばしやすいです。はい、4色目はこんな感じでした。パレットで見るともう少し青み寄りのパープルなのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみると程よく温かみを感じるような深みのパープル系に発色してくれました。しっとりとしていて高発色なベースに顔を動かすと程よく肌なじみのいいゴールド系のラメなどがきらめきます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後5色目、3段目右のカラーです。こちらも先ほどご紹介した4色目と同様のかなり高発色なタイプです。はい、最後5色目はこんな感じでした。全体的にしっとりとしていて高発色だった今回のパレットの中でも、こちらの5色目は一塗りでもしっかりとカラーを楽しめるような質感でしたが、伸びがいいので指で塗ってもこんな感じで綺麗なグラデーションを作ることができました。ベースのカラーは青みが効いていて深みがあるパープルですが、上にレッドやピンクなどのラメがきらめくので、こちらのカラーもそこまで寒色の印象に寄りすぎなくてかなり使いやすい印象です。着てみるとこんな感じです。それではレベージュパレットルガールクールドゥシャネル全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まず上段のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。まぶたをサラサラに整えつつ程よく血色感が残るこのベースのカラーがとても使いやすいなと感じました。続いて2段目右のカラーを指に取って、さらに目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。今回のパレットどのカラーもとても可愛くて、どれをメインに持ってきてもとても素敵だなと思いましたが、個人的にはこの青みと黄身のバランスがとても絶妙に取れているピンクパープルのカラーが特に素敵だなと感じたので、今回はこちらをメインに塗っていきます。
続いて3段目、右のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。高発色ですが、指で伸ばしていくと綺麗に馴染んでくれるので、今回はあえてグラデーションを強くつけすぎないように指でなじませていきます。締め色がしっかりと発色してくれるところもいいですよね。続いて3段目、左のカラーを付属のチップに取って、まつげの際から下まぶた全体に薄くなるようにのせていきます。最後に2段目、左のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にラメをのせていきます。はい、こんな感じでベージュパレットルガールの新色クールドゥシャネル全色を使ったメイクが完成しました。今回のパレットはどのカラーをメインに持ってきても可愛く仕上がるだろうなと思いましたが、このパレットの全色をうまくまとめてくれそうな青みにも黄みにも寄りすぎていないローズピンクのカラーをベースに使って、上まぶたの目尻には青みニュアンスのクールなパープル、下まぶたには温かみを感じるレッドパープルをしっかりと発色させて、最後にアクセントとしてブルーラメを効かせてバランスの取れたピンクパープル系ニュアンスに仕上げてみました。一つ一つのカラーが絶妙だったので、5色全色を合わせてもそれぞれの良さが楽しめて、発売前から人気だったのも納得なくらいとても可愛いパレットだなと思います。引きで見るとこんな感じです。それでは最後はこちら。リップ&チークボームヌメロ&シャネルの新色8番のアルダンブリックをご紹介していきます。まずはチークとして塗ってみたいと思います。ヌメロシリーズのリップ&チークはとにかくツヤがものすごく綺麗ですよね。オイルのようなしっかりとしたツヤを感じる方に仕上げたい時に特におすすめです。こちらの新色は見た目よりも意外と発色がナチュラルなのでカラー調整もとてもしやすいです。続いて唇にものせていきます。オイルっぽさのあるバームテクスチャーなので乾燥が気になる唇もしっかりと保湿しながら色付けてくれます。ただやはり今回のカラーは見た目よりも発色がかなりナチュラルなので、ほんのりと唇や頬に血色感を与えてくれる程度でかなり使いやすいです。はい、リップ&チークの新色8番のアルダンブリックはチークとリップに使ってみるとこんな感じでした。見た目だとこんな感じでかなりしっかりと発色しそうなオレンジニュアンスのレッド系だったので、今回の青みが効いているピンクパープル系のアイシャドウとは少し合わせにくいかなと感じていましたが、実際に肌の上にのせてみるとこんな感じで発色がかなりナチュラルだったので、ほんのりと顔全体の血色感をアップさせてくれるようなとても使いやすいカラーでした。特にチークは何度か重ねていってもこんな感じでかなりナチュラルだったので、カラーをのせるというよりもほんのりと血色をプラスしたいという時にもおすすめです。リップも元の唇の血色感と相まってそこまでオレンジのニュアンスが強く出過ぎなかったので、新色のアイシャドウと組み合わせて使っても可愛く仕上がりました。引きで見るとよりチークのオイルっぽいツヤ感がとても綺麗に見えると思います。チークに使うとカラーが固まってしまうことがなく、綺麗に均一にツヤを出してくれるのに、リップにしっかりと発色させるとツヤツヤしすぎずしっかりとカラーも定着してくれるというこの絶妙な質感がとても優秀だなと思います。はい、ではこんな感じで1月5日発売シャネルレベージュウィンターグローコレクションより限定プライマー2色とアイシャドウの新色、そして同時発売のリップ&チークの新色をご紹介していきました。今回発売された中で特に大注目だった新色のアイシャドウは青みにも黄みにも寄りすぎない絶妙なカラーの配色がとても素敵でした。今回は全5色を使ったメイクルックをご紹介しましたが、どのカラーをメインに持ってくるかでまた違った印象が楽しめるんじゃないかなと思いました。そして限定のプライマーもそれぞれの自然なパール感がとても綺麗で、下地のみで使用している時はもちろんファンデーションにフェイスパウダーなどベースメイクを重ねるごとに今回の下地の良さをしっかりと感じることができました。そしてリップ&チークの新色は少し使いにくそうかなという印象もありましたが、
頬にも唇にも程よい血色感をプラスしてくれるところがとても可愛くて、特にチーク使いをすると他のメイクを邪魔することなく自然に血色感をアップさせてくれる感じがとてもいいなと思いました。アイシャドウとリップ&チークは定番の新色としての登場ですが、プライマーは2色とも数量限定アイテムとなりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。